シーラカンスになりましたザって私がインスタで見たシーラカンスになりましたねこのパンツ超かっこいいっすね。やばい、これかっこいい。ちょっと黒じゃなくて茶色ハマっておりますよあなた。良いと思います。今日はですね、青山ですね、青学の隣の道があるんですけども、隣の道、代官山抜けていく方の道ですね。で、今回はですね、明智くん企画です。はい、明智くんが行きたいと言っていたお店がですね、あるんですよ。こちらですね。このビルの2階になるんですけども、シーラカンさんというね、メンズのセレクトショップですね。僕がインスタグラムとかで気になってるんですよ。ですよね。あと、はい、バーベルオブジェクトがあるというところで、はい、そこもあって気になってると。明智くんの好きなブランド。あと私実は1回行ったことがあって、その時とまた雰囲気が変わってると言ったんで、もう一回私も行きたいなと思っておったところです。早速行きますか。こちらになりますね。こんにちは。今日はどうぞよろしくお願いします。お願いいたします。改めまして、自己紹介お願いします。シーラカンス代表の田島と申します。田島くんです。よろしくお願いします。お店っていつできたんでしたっけ？およそ4年前ぐらいですかね。4年ちょっと前ぐらいですかね。はい。私できたばっかりの時に来たことがあって、結構ガラッと印象変わったんですけど。そうですね。改めてなんですけど、お店のコンセプトみたいなのを教えてもらっていいでしょうか？扱ってる洋服、あんまりファッションコンシャスよりかは、大人の日常着みたいなデリウェア的なものが多くて、それを生地がいいものを使ったりで上質なものを選ぼうっていう感じで、長く愛せることを念頭にしていることが多いですかね。私前さ、古着結構ありませんでした？古着屋からスタートしました。そうなんですよ。そのイメージがすごいあったから。そうなの。で結構古着があって雰囲気ある古着と、あと本当ワンコーナーくらいセレクトあるなみたいなイメージだけど、今はもうほとんどセレクト。そうなんですよね。早速見ていきますか。お願いいたします。どこが一番推しですか？メインでお取り扱いしているのがこちらにあるアンセルムってブランド。飛ぶ鳥を落とす勢いのアンセルムですね。お店もできたりしましたけれども。付き合いも長いですし、非常にお世話になってもいるし、やっぱものづくりっていう面ではすごく一生懸命作られてるんで、ダメージジーンズだとか色あせたようなものが多いんですけど、それを単なるアメリカの文化とかアメカジ、ああいうヴィンテージに置き換えるのではなくって、ヴィンテージにはないものっていうのを表現しようとしてらっしゃって、一番わかりやすく言うと、ヴィンテージを踏襲したデニムって必ず後ろに蜂の巣っていうこの膝裏に当たりをつけるんですけど、そういうのはもう一切つけない。フェードもかなりムラがあるんですけど、これ一般的に着てって出るムラじゃないんですよね。普通にやっぱり着ていくと膝だけに当たりが当たったり、この辺だけに当たりが当たったりするんですけど、よく触るとことか使うとこですよね。っていうので、なんて言うんですかね、こんだけ汚しといて色も落として使い古したような加工してるにもかかわらず、どこかちょっと清潔感があるというか、クリーンさがありまして、で、これ最近取り入れた技法なんですけど、リペア加工ももう縦横無尽にステッチを走らせて、普通だったらやっぱここ叩いちゃうんですよね。ガーって叩くんですけど、叩くことは極力控えて、線の一本一本がちゃんとデザインされているというか。コさんのアンセルムからアンセルムを説明されるとすごい腹落ちします。そうですね。いやじゃその時のやつです。そうだよね。これ見よがなって、レイヤードがすごかった印象がしますね。勢いあるショーだったなって、ダダダダダってすごい出るねみたいな。でもこれちゃんとしっかり見えてよかったね。あとやっぱすごいのが、これ加工を全部職人さんが手作業でやってるっていうところにありまして、その一般的なデニムの加工ってサンドブラストとか機械を使ってやるんですけど、もう全部手でこすって色を落としてるので、この何とも言えないグラデーションっていうのはできてきてるのかなっていう。でこのペンキの色付けとかも筆でやってるので、個体差がすごいんですよね。ここのオレンジが濃いよとか黒が濃いよっていうのが個体差が生まれるんですけど、それも一つの魅力かなとは思ってお客様にご紹介している。一応、今週から発売なのが、このテーラードジャケットとスラックスなんですけど、これランウェイ
前回のランウェイで、ファーストルックとラストルック飾ってたものですね。はい。綺麗。まあ、今日だから在庫があるみたいなところはあるかもしれないですね。あなたラッキーだったね。これもうないかもね。配信してるね。そうだ可能性ね。は。だってもう取り合いかもしれないよ。そうですね。これはかっこいいね。かっこいいね。まあ、100番端子っていう非常にこう細いリネンを折ってるんですけど、うんリネンってやっぱ細くすればするほど折り段階でやっぱりそのちぎれちゃうらしいんですよ。だからそれを折れる機屋探しから始まって糸を作ってでゆっくりゆっくり時間をかけて折ったことで、まあ、ようやくできたっていう。ああなるほど。だからこの風合いになるわけですね。はい、あけっぴさんの好きなのあるよ。ボタンあんま少ないやつ。この人ボタン少ないの好きなんですよ。なるほど。まあだから、そのシャツなんですね。3B シャツなんですね。雰囲気イケメンはボタン少ないんですよ。そうなんですかね。僕の持論です。そう、明智君の持論。雰囲気イケメンはボタンが少なく、私の持論はヒゲロン毛猫背です。ああ、なるほど。ヒゲロン毛猫背は僕めちゃくちゃ合います。めちゃくちゃ当てはまる。めっちゃ田島さん。やったー、やったー。あなた絶対これ好きっしょ。それは気になってました。秋冬も似たような感じありました。これ一応秋冬なんですよ。あ、そうなんですね。これちょっと以前のコレクションで。後ろ紐みたいなやつあるやつ。やだー。あなたすごいよく見てるじゃない。ちょっと。それそうだ。これですよ。いいですね。本来ならば多分ここの線もうちょっと上っぽくなる。そうですね。感じなんだけど結構アンセルムでよく使われるパターンなんですけど、着物をベースにしたパターンそれ付けが多くってだからここは T 字になることが多いんですよ。なるほどね。で型落ちを良くするために着ていただくと分かるんですけど、前向いた時のこの肩線がかなり前に内側に傾斜してるんで、本来はここですもんね。そうです。ここにあると怒り型の人たちが着ると肩が張って見えちゃうんで、そういうのを隠すようにあえて前側にだってイケメン猫背だもん。怒り型じゃダメなんだよ。本当そうだね。ねえこれうまいね。うまいですよね。はい。素敵。明智君のもう目がね、あんまりね、撮ってる目じゃなくて、お買い物の目になっている。じゃあスタイリング誰が着ます？でも多分首藤さんでもお似合いになられると思いますよ。ちょっとやってみますね。やってみますか。僕も何かしらちょっと着させてもらいましょうか。はい、こんな感じになりました。シーラカンスになりました。ザって私がインスタで見たシーラカンスになりましたね。いやでもディテールがすごいなと思ってて、なんだろう、ここの横から見た時のこの切れ目が結構長いので、この下も同じ感じの長い。アンセルムって結構脇が長い。スリットが深いものが初期のコレクションの頃は多くって、今だとアイテムによって変わるんですけど、今回はちょっと初期らしい感じにしました。なるほど、そうこのグラデーションがすごいいいなと思っていて、で下も着させてもらってるんですけど、ちょっと加工がボロボロという加工が、でもなんかその本当に汚いわけではない。そうですね。そのギリギリのボロ感。塩梅はすごい考えられてるなっていう。あと見て、多分歩いた時にこうなっちゃうの。可愛くない？テールが長くってスリットが深いんで、風を受けるとすごい後ろに動くんですよ。膨らんで動くんですけど、その前後の動きに対してビーズが左右に揺れるんで。はい、外歩いてるのはすごい楽しくなる。パンツはこれヨーコ坂本ってブランドで、非常に高密度で織られたヘンプの生地なんですけど、このブランドもちょっっと気になったから、魅力を後からお伺いしたいと思います。はい、そしてあなたもいいやんいいやん。いいですよ。ちょっとボクシーな感じな。そうだね、横が広いからそこはそのだるっとした感じが出てて、そうですね。生地自体はすごい上品だし、いわゆるラグジュアリーに使われるクラスのレベルなんですけど、あんだけバキッとは見えないのがやっぱ加工にあって、そうだね、この生地はもともとリネン100で高密度で織ってるんです。もともとはねすごく張りのある生地なんですよ。ただ張りがある状態だとその気取って見えちゃうんで、特殊加工で腰を抜いて、ちょっとこうクタッと柔らかくして、ただその雰囲気のいいツヤは残しながら、肩は落とす、体全体はこうちょっとだるっと見せると言いますか。中は先ほどのシルクですね。先ほどのやつです。で、下が一緒の加工のやつだね。なるほど。それがちょろっとだけ裾から見えるのがいいですね。そうですね。ほつれみたいな感じで。で、このパンツつながりで次はこちらは。
陽子坂本というブランドでございまして、女性デザイナーの、坂本陽子さんと、その旦那様と2人で今やられていまして、生地はすごいこだわりが強いブランド。その生地の魅力を阻害しないために、基本的にはシンプルな洋服作りをしてらっしゃる。これはどんな特徴？これもシルクを含んだアイテムなんですけど、テーラードジャケットってツヤっぽく作るとすごくスーツっぽくなるじゃないですか。にならないように、あえてこうちょっとくすむというか、色じゃない、光を吸い込むような、あんまりこう照らし返さない。確かに、ちょっと墨色っぽいというか。そうです、そうです。このシャツが、白と黒は一応もう毎シーズン出てくる定番のシャツで、この朱色とこっちが天然染料で染められているシーズンのカラーになってまして、こっちがバーミリオンっていうんですけど、本当墨汁の赤ペンの、なんていうんですかね、あれ赤い丸描くやつね。あれで染められてる。薄くなってる。水いっぱい入れたみたいな感じ。そうです、そうです、そうです。後染めですね。だからこのタグの色が違うわけですね。でタイプライターっていう生地なんですけど、一般的なタイプライターと比べると、その織りの密度の限界値を超えた設定で織られていまして、だからどうなるの？これ肉眼じゃ見えないんですけど、微妙に糸が重なり合ってるらしいんですよ。そうなることによってこう触った時の絹ずれの音、音が鳴るシャツって言われるんですけど、動いた時にすごいこういうシャカシャカとした音が鳴るのと、強度がやっぱすごい高くて、みっちみちってことですね。僕も自分で着ていてびっくりしたんですけど、洗って洗い上がりになると、そのすごい高密度の中をまた水分が、穴を埋めるので、自立するぐらい硬くなって。こういうこと？させていただけるんですか？もちろんもちろん。後ほど。いきますか？いいじゃないですか。ねえ、やばい、これかっこいい。ちょっと黒じゃなくて茶色。赤みがかかったっぽいような茶色なんですよ。これは？これが柿渋染めのストール。これも全部同じブランド。同じブランドですね。雰囲気出てよくないですか？このシャワッとした感じ。動きやすいとか生活しやすいゆったりとしたシルエットなんですけど、そのファッションコンシャスなビッグシルエットにはならないっていう。わかります。モードのビッグシルエットではなくてっていう。そうですね。生活に即した。そうです。こなれ。っていうかあなたも今日はハマってるんじゃないでしょうか。ハマっておりますよ、あなた。良いと思います。こちらも？こちらも先ほどのシルクのテーラードジャケットに友字の組みしたスラックスで、中は定番のタイプライターシャツにストールがいくつか前のシーズンのものなんですけれど、太郎浜野さんっていうテキスタイルの作家さんと陽子坂本が協業して作られたもので、そのシャツやっぱいいよ。このちょっとシワ感とパリシャリ感、ファッション好きな人がこのシャツなんすかって言われるシャツだと思います。さあ次はあけっぴが好きな、ここに来るきっかけにもなったブランドでございますね。どんな特徴っていうか今？ざっくりと本当ミステリアスで、デザイナーも非公開だし、あんまりこう言葉で語らずにその洋服として向き合ってほしいっていうので、基本的にはあんまりお客さんに伝えすぎない。だってインスタとかもあんまり出してなかった。出さないですね。これは今シーズンですか？これ今シーズンですね。なんか裏地がすごく可愛らしい。そうですね。シルクを基調にしたちょっとこうクシュクシュっとしたシフォンっぽい生地と、ネットの飛ぶ生地の二面性で、こう袖をこう丸めて、こう生地をちょっと出るよっていう。掘ってみましょうか。ちょっといいですか？いい肩の落ち感。落ち方いいですよね。バーベルもあんまりこう気取らないような設計になっていることが多いですね。なるほどね。とろっとした感じですね。あとやっぱここが効いてますね。効いてますね。ねえ、これはいいや。こういうのとかもちょっと男の子これ絶対好きなやつじゃないですか？一応ベースはミリタリーのフライトジャケットなんで、かなりコンパクトに作られていまして、そうですよね。この中でも珍しいくらい。そうですね。バーベルオブジェクトの中でも結構珍しい。こちらは何でしょう？これがシルクをベースにしたちょっとこうダラッとしたパンツとパーカー着ていただくとすんごい柔らかくて動きやすい、着やすい、本当に室内着で着れるぐらい、着心地がいいものなので、部屋と外をシームレスでつないでくれるような洋服になってますね。ちょっとじゃあ着てみてください。着てみます。はい、完成。こんな感じになりました。いや
試着室の中で叫んでしまいましたよ。このなんか気持ちよすぎるんですが。気持ちいいですよね。セットアップがバベル。バベルオブジェクトで、この中は中の全ては藤本というブランドです。同じようにインスタグラムほとんどやってないですし、ホームページもないし、取り扱い手もわからない。藤本さん僕と同い年なんですけど、僕らの若い頃ってやっぱこれぐらい情報がなくって、欲しいブランドがあったらすごい頑張って情報を探したと。だから藤本にたどり着いてほしいっていうのは言ってらっしゃいましたね。はい。もうたどり着けた人が買ってくれればいい。そうですね。はい。ああ、すごいね。確かそのたどり着くまでの過程が面白かったりするし、そうですそうです。それが思い出になるから、はい、この一枚を大事に使おうってなるもんね。そうですね。はい。ちなみにこれパンツね、ジップがついていて、開けたり閉めたりでシルエットが変えられるという。これもちょっと時代感が逆になくて、すごいサルエルシルエットなんですよ。サルエルパンツって今あんまりないじゃないですか。MC ハマーですね。おー、良いじゃないですか。さっきのアウターですね。本当タイトシルエットだね。そうですね。はい。上がタイトな分、下のボカンな太さがいい意味できますよね。この上にシャツ着てもいいんですか？もちろんです。僕の先ほどの例のやつ着ましょうよ。あ、良いじゃないですか。この感じで、裾のリブを内側に畳んでいただいて、中のジャケットのリブを、はい、畳んでいただくと、ちょっとこうタックインしてる風に。はい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 。いい。この襟の襟オン襟な感じが良いですね。あ、ほー。ね、かっこいい。ね、こんなかっこよかったんだ。そうですよ。髪型だけだね。髪型だけがね、どうして切ったんだって。あんだけ伸ばした前髪どこ行ったんやって。はい、そしてここは。こちらが大輔田辺というブランドでして、今回が4シーズン目かな。非常に若いブランドで、久々に若手でいいブランド見つけたなっていう感触があって、細尾っていう本当に日本のもう歴史と一緒に育ってきたような西陣織の生地屋さんで働かれてたデザイナー様で、これボタンすごいんですけど、これ面白いですよね。これね、スライドするんですよ。スナップボタンっぽいんですけど違うんですよね。かっこいい。はい。これレザーがやっぱすごいいい原料を使ってまして、ベビーカーフっていう、いわゆるカーフよりも若い生後3ヶ月までの革なんですね。体が小さいので取り効率が非常に悪いっていうのを贅沢に使っていて、柔らか気持ちいいですよね。気持ちいい。ちょっともっちりとした餃子くらいの柔らかさ。厚めの餃子。このクラスでドメスティックブランドで見ることはあんまりないですね。基本はやっぱラグジュアリーに回っちゃうブランドじゃない、クオリティだと思います。そうだね。はい。トップ止めていただいてもまたかっこいいんで。雰囲気変わるんですか？はい。立てたらこんな感じになります。また全然見え感が変わるというか、超モード。そうですね。パンツもある。パンツもあるんです。パンツもある。柔らか。しかも形がちょっと変わってない？そうです。これはニッカポッカをベースにしてて、ここがパウってなってるもんね。なんかこの端正なテーラードジャケット型にニッカポッカ合わせるっていうバランス感覚がそうだね。でも着るとめちゃくちゃかっこいいんですよ。ほほー、きたきたきたかっこよー。ニッカポッカっていう時は、あれなんかそやな感じなのかなと思ったら、着たらそうモード見えするね。そうなんです。かっこよー。こういう感じでちょっとね開く感じ。ここはパチパチできて、もう一段階閉じもできますし、ギュッともできますよ。あとだらもいこうともできますよと、いろいろ味変できますよと。このパンツ超かっこいいですね。いい。でもディテールがちゃんとニッカポッカのここのポケットあったりとか、そういうちょっと細かい作りはちゃんとしてるというか、そこやるんだっていう。いやー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。でもまだね、私たちまだ見てないラックもいっぱいあるんですけれども、続きはまた次ということでというくらいに。ぜひ、ご来店いただいて、知らないブランド多分たくさんあると思うんで、いっぱいありました。いろいろ見させてもらったんですけども、皆さんどのブランドどのアイテムが気になったでしょうか？ぜひぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。
なみにアケッピは田辺さんか、陽子坂本。ああ、いいね、いいね。私はアンセルムの一番最初に着せてもらったシャツ、雰囲気あるやつか、このパンツにフォーリンラブでしたね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。陽子坂本。ああ、何でできたの？スウェード羊シープ。めっちゃ綺麗じゃないですか。綺麗。ああ。やばいっすよこれ。これ17万ぐらいですもん。形めっちゃいいでしょ。いい。嘘。17か。これ向きになったんだね。これはまあ秋冬のヤナバでいいんですか？ヤナバ。気になってた。なんだっけ、カシミヤ？カシミヤ80。この量で？セーブルっていう、イタチみたいな、ちっちゃい小動物の毛なんですけど、それがすんごい気持ちよくて。あれま。おい。何してんねん。あなたこれ西海岸とか行ってサーフィンした後からおい。撮ってほしいわ。やってるな。やってな。いやだ、この紐の感じとかラフにいいね。これが多分うちでの今のところ一番最高額に30万ぐらいですか。30万プラス33万円。なんかランドクルーザーとか乗ってそう。これね。うわ、かっこいい。こっちは形一緒なんですけど、いきなりムードが変わるんで。はい。ちょっとラグジュアリー感あるか。あるね。もうちょっと大人な感じになる。そうですね。大人だわ。さらっとこれ早降りたいっすよね。ちょっとコンビニ行ってくる。牛乳買ってきて。やだー。いいね。これは大人の人に着てほしい。秋冬はまた来ないといけないですよ。マストチェックですよ。なんだ、春夏秋冬行きましょうよ。